皆さんこんにちは。今日は卓球ファンなら絶対に避けては通れない、そして今まさに激変している用具の買い方について、その最前線を徹底的に掘り下げていきたいと思います。ナビゲーターのみさきです。今日も元気いっぱいケンジさんと一緒にお届けします。解説のケンジです。よろしくお願いします。みさきさん、最近練習場や試合会場で見たこともないようなデザインのユニフォームや不思議なロゴのラケット、あるいはプロ戦費のような特別な仕様のラバーを使っている人を見かけませんか？実は今、日本の卓球界では用具の調達ルートが私たちの知らないところで劇的に変わりつつあるんです。確かに、昔は駅前の小さな卓球専門店とか学校に来るスポーツ屋さんにカタログを持ってきてもらって選ぶのが普通でしたよね。最近はネットでポチるだけじゃなくて、これ海外のサイトで直接安く買ったんだよなんていう中高生や市民プレイヤーの方も増えていて驚くことがあります。その通りです。今回フォーカスを当てるのは最新の調査レポート、越境 EC プラットフォームを介した卓球用品調達の変容の内容です。このレポートによると、日本の卓球競技人口は T リーグの発足や世界で活躍する日本人若手選手の台頭、さらには健康志向によるシニア層の増加で、かつてないほどの層が厚くなっています。それに伴って、プレイヤーたちが求める用具もどこでも買える定番品から、より自分の打球に合ったかつ個性的でコストパフォーマンスに優れたものへと、非常にシビアな目で見られるようになっているんです。以前はネット通販といえば国内の有名ショップが中心でしたけど、今はアリエクスプレスのような中国の巨大資本が運営するプラットフォームがぐっと身近になりました。でも海外通販って本当に届くのとか、中身が偽物だったらどうしようという特有の警戒感もまだ根強いですよね。レポートではその警戒感の正体についても非常にロジカルに分析されています。国内の信頼できる専門ショップ、抜群の物流スピードを誇る Amazon、そして圧倒的な価格と商品を誇るアリエクスプレス。これら3つの主要なルートを価格構造、ラインナップの専門性、決済の安全性、そして万が一のトラブル対応といったあらゆる角度から比較していきます。皆さんが明日から最も賢い買い手になれるようなワクワクする情報が満載です。最後までじっくりお楽しみください。まずは今回の比較の全体像をサクッと把握しておきましょう。国内専門店、Amazon、そしてアリエクスプレス。この3つの使い分け、ケンジさんはどう見ていますか？レポートの市場構造の分析を要約すると、これら3つは敵対しているのではなく、用途に応じて賢く共生させるべき存在です。まず国内専門店ですが、これはもう信頼の絶対ブランドですね。ニッタックやバタフライといった日本メーカーの正規品を完璧な状態で手に入れるならここ一択です。特にすぐその場で使いたい、プロに相談したいというニーズには 100% の答えをくれます。次に Amazon。これはスピードと利便性の王者です。プライム配送の翌日到着は試合直前にラバーが破れた時の救世主ですよね。そして今回の主役であるアリエクスプレス。ここは価格破壊と専門性の深淵といった感じでしょうか。その通りです。データインテリオ社のグローバルテーブルテニスラケットマーケットアナリシス2026-2034という非常に権威ある市場調査レポートによると、世界の卓球用品市場は2034年までに約29億ドル規模に成長するとされていますが、その成長の原動力の一つが製造拠点である中国と消費者をダイレクトに結ぶ越境 EC なんです。中間業者をすべてすっ飛ばすことで同じ商品が国内価格の半額以下で買えることも珍しくありません。半額？浮いたお金でもう1枚ラバーが買えちゃいますね。でもあまりに安いと何か裏があるんじゃないかと疑ってしまいます。その直感は正しいです。でもその裏にあるのは実は物流の進化や税制の仕組みといった合理的な理由なんです。一方で言語の壁や配送の不確実性といったリスクも確かに存在します。このレポートではそれらのリスクをどうコントロールすれば日本のプレイヤーが安心して中国市場の深みを享受できるかを具体的なステップで示しています。次のパートからはまず皆さんが一番驚くであろう製品ラインナップの凄さから詳しく見ていきましょう。ラインナップの比較ですが、アリエクスプレスを眺めていると、スクロールしてもスクロールしても見たことがないラバーやラケットが出てきて、ちょっとした迷宮に迷い込んだ気分になります。日本のショップとは何が決定的に違うんでしょうか。一言で言うとメーカーとの距離ですね。日本の卓球ショップは在庫の回転率や日本総代理店との契約関係、そして何より日本国内で売れるかどうかという基準で商品を厳選しています。ですからニッタク、バタフライ、ビクタスといった大手がドイツ系の数ブランドが中心になるのは当然なんです。確かにどのお店に行っても大体同じような品揃えで安心感はあるけど、おっという発見は少ないかもしれませんね。一方でアリエクスプレスは卓球大国中国の心臓部とつながっています。レポントの多層的分析の章によると、そこには日本で有名な DHS 高層機やインヘギュンガだけでなく、729有益、パリオ、サンウェイ、ロキー、ソード、ヒュイソンといった中堅から新進気鋭のブランドが何百とひしめき合っているんです。これらは単に安いだけでなく、
それぞれが独自のカーボン素材や特殊な粘着シートの開発において世界トップレベルの技術を持っています。中国国内の選手たちが実際に使っているいわゆる通な道具がそのまま並んでいるわけですね。そうです。特に注目すべきはカスタマイズ性の高さです。例えば同じラバーでもスポンジの高度を38度、39度、40度と1度刻みで選べたり、トップ選手用の小チーム用や国家チーム用といった日本国内では入手困難、あるいは法外な値段がつくようなスペックがごく普通に、しかも手頃な価格で販売されています。まさにマニアにはたまらない世界ですね。でも、そんなにたくさんあると、どれを選べばいいか迷ってしまいます。大丈夫です。レポートでは、特に日本のユーザーからの信頼が高く、性能も折り紙付きの3つのブランドをピックアップして詳しく解説しています。次のパートでは、その筆頭である銀河の驚異的な実力についてお話ししましょう。アリエクスプレスの卓球コーナーで最もよく目にする名前の一つが銀河ですよね。ロゴが木製みたいなデザインの。これそんなにすごいメーカーなんですか？銀河は今や世界のコスパ革命をリードする存在です。レポートのブランド分析によると、銀河の最大の魅力は世界的なベストセラーモデルの構造を最新のエンジニアリングで解析し、極めて高品質にかつ低価格で再現する力にあります。再現。それっていわゆるコピーってことですか？単なるデッドコピーではありません。銀河は1986年創業のロシベで、独自の特許技術も数多く持っています。例えば、彼らの代表作である V14 プロやプロ01、これらは世界中のトッププロが愛用するバタフライの超名作ビスカリアの構成、つまり5枚の木材プラス2枚のアリレートカーボンを徹底的に研究して作られています。本家が2万円を超えるのに対し、銀河のプロ01はアリエクスプレスでだいたい40ドル前後、つまり6000円程度で手に入るんです。4分の1以下。それは衝撃的ですね。でも安いってことは性能もそれなりなんじゃ？それがレッディットなどのグローバルなコミュニティでの検証結果を見ると、驚くべきことに打球感や反発力において本家とブラインドテストをしても見分けがつかないレベルだという評価が非常に多いんです。さらに北朝鮮のナショナルチームが公式採用しているとされる 970XX というモデルには非常に高価なケブラーカーボンが使われていたりします。ブランドの名前代を払う代わりに純粋な素材の性能にお金を払っている感じですね。まさに、特に V14 プロはもともと地域選抜レベルの選手向けに開発されたいわゆるプロ仕様の一般販売モデルです。こうした一線級のスペックを庶民的な価格で提供するという銀河の姿勢は、日本国内の定価販売に慣れた私たちからするとまさに価格破壊。でもその裏には巨大な自社工場と徹底した製造ラインの自動化というしっかりとした企業努力があるんです。中国ブランドといえば他にも気になるのがいくつかあります。まず優位フレンドシップ729。これパッケージがすごく歴史を感じさせるというかレトロな雰囲気ですよね。はは、確かに。でも729は中国の粘着ラバーの歴史そのものなんですよ。レポートの商法によると、729は1972年に中国で初めて粘着ラバーを開発したまさに元祖なんです。その看板商品であるバトル2シリーズは現在でも粘着ラバー愛好家の間で絶大な支持を受けています。競標と並ぶ人気なんですか？はい。特にアリエクスプレスでは通常の市場に出回らない小チーム用ブルースポンジモデルなどが3000円台から4000円台で流通しています。日卓製の特製競標が1万円近くすることを考えると圧倒的な競争力です。また超軽量のスカイウィングや非粘着で扱いやすいフォーカス3などバリエーションの豊富さも日本のショップとは比較になりません。そしてもう一つ、最近急上昇しているのがロキですよね。これデザインが現代的でかっこいい。ロキの急成長の秘密はレジェンド的な選手王鵬氏が技術顧問を務めていることにあります。デコートでも紹介されていますが、王鵬氏が開発に関わったアーサーシリーズや入門用のレクストンシリーズは現代のプラスチックボールに合わせた回転と弾みのバランスが非常に高いレベルで設計されています。レジェンドが太鼓判をしているとなると説得力がありますね。特に W81 というラケットは1万円を切る価格でありながら DHS の超高額プロモデル W968 に近い構造を持っていて、コスパ重視派の聖杯バイブルのようになっています。こうした物語と最新技術が融合した製品を中間業者を通さずダイレクトに買える。これがアリエクスプレスというプラットフォームの最大かつ唯一無二の魅力なんです。レポートを読んでいて意外と見落とせないなと思ったのがラケットやラバー以外の小物類です。これ実は一番アリエクスプレスの恩恵を受けられる分野じゃないですか？その通りです。個人プレイヤーはもちろんですが、部活動の顧問の先生や
ちいちのクラブチームを運営している方にとってアリエクスプレスはまさに救世主なんです。例えば美咲さん、サイドテープって1本分でいくらくらいします？普通にショップで買うと短いやつで300円。ちょっと良いデザインだと500円くらいしますよね。アリエクスプレスを見てください。10メートルとか20メートルの業務用大巻きロールがなんと数百円から1000円程度で売られています。これ1本分に換算すると数十円ですよ。それならチームメイト全員に配っても全然お財布が痛みませんね。他にも ITTF 公認の3スター試合球が100球入りのバケツサイズで国内価格の3分の1以下で売られていたりします。クリーナー、保護シート、メンテナンス用のエッジガード、さらには派手なデザインのユニフォームやしっかりした作りの競技用シューズまで、レポートの消耗品調達シミュレーションにやると年間で数万円単位の経費を削減することも十分可能なんです。浮いたお金で練習時間を増やしたり、合宿のグレードを上げたりできそう。はい。しかもデザインのバリエーションが異常に多いのも魅力です。日本国内の大会に行くとみんな同じメーカーの同じ服を着ていたりしますが、アリエクスプレスなら誰とも被らない1枚が見つかります。こうした選ぶ楽しさと圧倒的な安さの両立。性能へのこだわりが強いラケット本体は専門店で選び、サイドテープや練習球、ウェアといった消耗品はアリエクスプレスで賢くまとめ買いする。これが現代のスマートな卓球ライフの最適解と言えるでしょう。ここからは一番気になるお金の生々しいお話に入っていきましょう。レポートの第3章、価格構造の詳細分析ですが、ここでも強評が例に挙げられていますね。中国製ラバーの王様。はい、中国高層機の強氷3ネオは世界で最も売れている粘着ラバーの一つです。レポートの具体的価格比較表を見ると、2025-2026年時点の推定ですが、日本国内の正規ショップで買うと、いわゆる日卓版はだいたい4500円から5000円強しますよね。はい、それでも粘着ラバーとしては標準的なお値段ですよね。ところが、アリエクスプレスで中国国内向けのパッケージを探すと、同じネオ3の普及版が送料込みで2500円から3000円前後で売られています。約4割安い計算になります。さらに驚くべきは、グレードの高い小チーム用です。国内の並行輸入ショップで買えば9000円近くするものが、アリエクスプレスなら4500円から5800円程度、半額に近くなります。どうして同じものがこんなに極端に安くなるんですか？まさか品質が違うとか？品質が違うというより、乗っているコストが違うんです。日本で正規販売されるものは、メーカーから総代理店、一時問屋、小売店という複雑な流通経路を通ります。それぞれの段階で利益と運賃が乗り、さらに日本の厳しい検品基準や日本語パッケージの作成費用、そして初期不良への保証料が含まれているんです。なるほど、安心のためのコストというわけですね。そうです。対してアリエクスプレスは、中国のセラーが自国の市場価格に近い卸値でそのまま国際郵便で送ってくる、いわゆる工場の直売所に買いに行くようなものです。レポートではこの中間流通コストの排除を直接取引の経済性と呼んでいます。さらにグレードが高いプロ仕様品ほど国内価格との乖離が大きくなるのも特徴です。希少価値をブランド料として上乗せする国内ルートに対し、アリエクスプレスは自主の価格で提供しているからなんです。越境16,666円の壁。これアリエクスプレスを利用するユーザーの間では有名な言葉ですけど、具体的にどういう仕組みなのか、ケンジさん改めて詳しく解説してください。はい、これを知らないとせっかく安く買ったつもりが後で予想外の出費、関税や手数料が発生して結局国内で買った方が安かったなんてことになりかねません。財務省関税局のガイドラインに基づいた非常にシンプルな計算式があります。お願いします。メモの準備はできています。はい、海外から自分個人で使う目的で商品を買う場合、それは個人輸入となります。この時、商品代金の総額が 16,666 円以下であれば、原則として関税と消費税が免除されます。どうしてそんな半端な数字なんですか？実はルール上、課税対象額が1万円以下なら免税という決まりがあるんです。そして個人輸入の場合、商品代金の 60% が課税対象額として計算されます。つまり 16,666 円 ×0.6 は約 9,999.6 円。1万円をギリギリ超えない最大値がこの 16,666 円なんです。なるほど、納得です。じゃあそれを超えちゃったらどうなるんですか？もし17,000円の注文をした場合、まず全額に対して日本の消費税 10% がかかります。そして関税ですが、レポートによると卓球ラケットやラバーは一般スポーツ用品に分類され、基本関税率は無税 0% であることが多いです。ただし注意が必要なのがシューズやバッグです。
これらは履物や比較製品として高い関税率が適用されるケースがあり、16,666円を超えると一気に支払い額が増える可能性があります。賢い買い方は一度の注文を15,000円くらいまでに抑えて、欲しいものが多い時は日を分けて注文することですね。その通り。一度に大量に発注すると販売目的の商用輸入とみなされて免税が適用されなくなるリスクもあります。小分けにして賢く現地価格の恩恵を受けましょう。海外通販の最大の悩みといえば送料と届くまでの時間ですよね。昔のイメージだと船便で忘れた頃1ヶ月後とかに届くみたいな印象でしたけど、まさにそこが物流革命と呼ばれるポイントです。レポートの第5章によると、アリエクスプレスはチョイスという画期的な物流システムを導入しました。よくアプリの画面でチョイスってマークがついてる商品ですね。あれは何が違うんですか？あれはアリエクスプレスが自ら倉庫管理と配送をコントロールしている商品の証です。通常別のショップで複数の商品を買うと別々に送料がかかり別々に届きますよね。でもチョイス対象商品なら複数のショップの商品をアリエクスプレスの巨大なハブ倉庫で一つにまとめて発送してくれます。これを集約配送と呼びます。だから1,500円とか2,000円以上買えば送料になるんですね。そうです。しかも空輸のネットワークが強化されたことで、現在では中国の倉庫を出発してから日本の自宅に届くまで最短で5から7日、長くても2週間以内がスタンダードになっています。レッティットのユーザー体験談でも国内通販と大差ないスピードで届いて驚いたという声が多数上がっています。1週間なら今週末の練習で使うラバーを注文しても間に合うかもしれませんね。しかも追跡の精度が飛躍的に向上しました。中国の空港を出発、日本に入国、通関手続き中といったステータスがアプリ上でリアルタイムにかつ日本語で確認できます。荷物が行方不明になるリスクは今や Amazon マーケットプレイスで買うのとほとんど変わらないレベルまで低減されています。安いから届くのが遅いという常識はもう過去のものになりつつあるんです。利便性の面でもう一つ驚いたのが支払い方法です。レポートによると2023年から日本独自の決済手段に完全対応したとか。そうなんです。ここがアリエクスプレスの日本市場への本気度を感じる部分です。海外サイトにクレジットカード情報を入力するのって日本人にとっては心理的なハードルがすごく高いですよね。わかります。情報が漏れたらどうしようって怖くなりますよね。そこで導入されたのがコンビニ決済、ファミリーマート対応です。注文時にこれを選択するとスマホに支払い用のコードが届きます。それをファミリーマートのマルチコピー機やレジに持っていけば日本円の現金で支払うことができるんです。中国のサイトで買ったものをファミマのレジで払えるんですか？それは画期的ですね。はい、これならカードを持っていない学生さんやネットにカード番号を残したくない人も 100% 安心して利用できます。手数料も1決済につき150円と格安です。さらに PayPay や Apple Pay、Google Pay にも完全対応しました。PayPay ならスマホ一つで決済完了だし、ポイントも貯まるからさらにお得ですね。どれだけシステムが便利になっても、やっぱり最後は相手の問題ですよね。アリエクスプレスには何万ものショップがあって、中には不誠実なところもあるんじゃないかとつい疑ってしまいます。その直感は正しいです。ただし、レポートのショップ選びの指標を学べば、地雷を避けるのはとても簡単です。見るべきポイントは3つ。ぜひメモさせてください。まず1つ目は、ストア評価、ポジティブフィードバックです。店舗名の横に表示されているパーセンテージを見てください。最低でも 95% 以上、できれば 98% 以上の肯定的な評価を得ているショップを選びましょう。レポートで挙げられている卓球用品専門の有料店、例えば GH スポーツや XVTT、E ちゃんなどは何年も 98% 以上の高い評価を維持している鉄板のショップです。98%、それだけ多くの人が満足しているってことですね。2つ目はレビューの質と国籍です。特に日本人ユーザーのコメントを探してください。日本人は梱包や配送スピード、そしてマシン品かどうかのチェックが世界一厳しいと言われています。彼らが画像付きで、これは本物です、梱包がしっかりしていましたと書いているショップは信頼して間違いありません。写真付きのレビューは嘘をつけませんもんね。3つ目は運営期間です。オープンして数ヶ月のショップよりも1年2年と実績を積み上げているショップを選びましょう。こうした基本的なリテラシーさえあればトラブルに遭遇する確率は劇的に下がります。実はこれ Amazon のマーケットプレイスや楽天のショップ選びと本質的には何も変わらないんですよね。さて、皆さんが一番不安に思っている偽物についてです。アリエクスプレスには残念ながら偽物も流通しているんですよね。正直に言いましょう。あります。
でも実はどのブランドを狙うかによってリスクの大きさが180度違うんです。レポートではここを経済合理性の観点から分析しています。経済合理性、どういうことですか？例えばバタフライのラケット、これは世界中で価値が認められているので偽造するメリットが非常に大きいんです。定価25,000円のビスカリアを見た目だけ似せて作って3,000円で売れば悪い人たちは儲かりますよね。ですから有名ブランドが安すぎる場合は 100% 偽物だと断定して構いません。なるほど。うまい話には裏があるわけですね。じゃあ中国ブランドはどうなんですか？そこが面白いんです。銀河、729、ローキー、サンウェイといった中国独自のブランドはもともとの価格が数千円と安価です。偽物を作るための金型を作ったり材料を用意したりするコストを考えると、偽物を作るより本物を仕入れて薄利多売した方が儲かるんです。偽物を作る方が損をすることもあるんですね。その通りです。ですから中国ブランドをアリエクスプレスで買うのは実は極めて安全、マシン品が届く確率が非常に高いんです。さらに DHS などはパッケージにセキュリティコードというスクラッチ式のシリアルナンバーを貼っています。これをスマホで読み取って公式サイトで照合すればその場で本物かどうかが一発でわかります。ブランドの特性を理解して買い物をすればリスクは最小限、メリットは最大限に享受できるんですよ。でももし商品が届かないとか、届いたけどラケットが割れていたという不幸なことが起きたら、やっぱり海外相手だと泣き寝入りするしかないんでしょうか？いいえ、実はそこも現代の巨大 EC サイトならではの強力なシステム、バイヤープロテクションがあなたを守ってくれます。レポートの安全性を担保する仕組みの章を詳しく読み解きましょう。具体的に何が私たちの味方になってくれるんですか？鍵となるのはエスクロー決済という方式です。あなたが支払ったお金はすぐには中国のセラーの手には届きません。一旦アリエクスプレスの運営会社が預かるんです。いわば公正な第三者が中継点になっているわけです。運営がキープしているんですね。いつセラーに支払われるんですか？あなたが実際に商品を受け取ってアプリで受け取り確認ボタンを押したとき、あるいは一定の期間、通常2ヶ月程度が経過したときだけです。もし商品が壊れている、偽物だ、説明と違うという場合にボタンを押す前に紛争という手続きを開始すれば、運営側が調査に入り、セラーへの支払いを凍結してあなたの手元に代金を返金してくれます。返金の手続きってめんどくさそう。最近は AI による自動判定が進んでいて、追跡データで未着が確認されれば数時間で返金が承認されることもあります。レッティットのユーザーレビューでも Amazon のカスタマーサポートと同等の安心感があると評価されています。相手を盲信する必要はありません。このシステムを信じて正しく利用する。それが越境 EC を使いこなすためのプロの知恵なんです。トラブル解決のためにレポートがこれだけは絶対にやってくださいと強調していることがあります。開封動画、アンボクシングビデオの撮影ですね。これそんなに大事なんですか？はい、これはもう海外通販における最強の保険だと思ってください。もし商品に不備があった際、紛争においてこれに勝る証拠はありません。ただスマホで撮ればいいんですか？コツがあります。レポートが推奨する必勝の取り方を教えますね。一つ、送り状ラベルを大写しにする。注文番号と自分の名前、住所もはっきり写るようにします。二つ、未開封の状態を全方向から写す。配送中に箱が開けられたりすり替えられていないことを証明します。3つ、ノーカットで中身を取り出す。カメラの前で箱を切り開き、商品を取り出し、パッケージの密封状態や本体の傷を細かくチェックするまでを一つの動画に収めます。ノーカットが重要なんですね。そうです。途中で動画を切ってしまうと、その間に商品をすり替えたんじゃないかという疑念を挟む余地を与えてしまいます。例えばラケットの角が潰れていたという場合でも、動画があればセラーはグーの音も出ません。即座に全額返金、あるいは代品の再送に応じるようになります。スマホ一つでできるわずか数分の作業ですもんね。それで万が一の時の数万円が守れるなら絶対やるべきですね。はい、自分の身は自分で守る。このセルフディフェンスの精神が越境 EC という対応ムララを快適に航海するための必須装備なんです。次は具体的な交渉のコツについても踏み込んでみましょう。もし本当に商品に不具合があった場合、中国まで返品するのってすごく大変そうです。送料も高そうですし。そこが越境 EC の最大のハードルですね。日本から中国への国際送料は数千円かかることもあり、安いラバー1枚だと返品する方が高くつくという逆転現象が起きてしまいます。そこでレポートが提案しているのが、一部返金、パーシャルリファンドの交渉術です。一部返金？どういう落としどころですか？例えば、ラバーのスポンジに少しへこみがあった。でも練習で使う分には問題ないという場合、返品はしないが商品価値が下がっているので代金の 50% を返金してほしいと要求するんです。そんなわがままな交渉が通るんですか？
セラー側にとっても返品を受け付けて全額返金し、しかも送料がで負担するよりは半額でも売り上げを残せる方がマシだと判断するケースが非常に多いんです。アリエクスプレスの運営側も現実的な解決策としてこの一部返金を非常に好意的に受け入れます。お互いのダメージを最小限にする大人の解決策ですね。はい。さらに最近ではチョイス配送の商品などを中心に無料返金、フリーリターンというバッジがついているものも増えています。これなら日本国内の指定された拠点に着払いで送るだけで全額返金されるので、国内通販と全く同じ安心感で利用できます。購入前に無料返品マークがあるかチェックする、これも賢いプレイヤーのチェックポイントですね。ここまでアリエクスプレスの圧倒的なメリットを聞いてきましたが、そうなると町の卓球専門店はなくなってしまうんでしょうか。ちょっと寂しい気もしますが。いいえ、むしろ逆です。越境 EC が普及したことで国内の実店舗が持つ本当の価値が再定義され、より際立ってきたんです。レポートの第9章市場構造の矯正では店舗にしかできない役割が強調されています。ネット通販にはできないショップだけの強みって何ですか？一番はコンサルティングです。アリーエクスプレスのレビューは世界中の不特定多数の意見ですが、プロのショップ店員さんはあなたのスイング、あなたのプレースタイルを直接見て、その威力ならこっちのラケットの方がコントロールしやすいですよとパーソナライズされたアドバイスをくれます。これはどんなに AI が進化しても変え難い暗黙知です。確かに自分に何が合うかわからない初心者やスランプに悩んでいる人にとっては救いの神ですよね。それにシダができるのも大きな強みです。数万円のラケットを博打で買うのではなく、実際に重さを確かめ球をついて納得してから買う。この確実性こそが実店舗が提供する最大の付加価値です。最近の有料店は用具を売るだけでなく、卓球教室を開いたりコミュニティの場を提供したりすることで、ビジネスモデルを物売りからサービス提供へとシフトさせています。人と人がつながる場所としてのショップですね。そうです。急いで必要な時、絶対に失敗したくない時、こうした価値にお金を払いたい場面では、やはり国内の専門店に勝るものはありません。私たちは安さの EC と信頼の店舗を自分の状況に合わせて自由に選べる贅沢を享受しているわけです。ところで忘れてはいけないのが Amazon です。レポートでは Amazon も重要な販路として位置づけられていますが、どんな時に使うのがベストなんでしょうか。Amazon はいわば国内ショップとアリエクスプレスのいいとこ取りをした中間のハイブリッドなポジションですね。最大の特徴は何といっても圧倒的な配送スピードと安心感のバランスです。プライム会員なら夜にポチッとすれば翌日の朝には届く。あのスピードは魔法みたいです。まさに試合前前日にサイドテープが足りないとか予備のラバーが1枚欲しいという緊急事態には Amazon 以外の選択肢はありません。また Amazon で売られている中国ブランド品、例えば鏡氷や銀河などは国内の並行輸入業者が一旦大量に仕入れて Amazon の日本の倉庫 FBA に置いているものです。だからアリエクスプレスからの直送よりは少し高いけど、国内の正規店、日卓版などよりは安いという絶妙な価格帯になるんですね。その通りです。しかも、もし不良品があった場合の返品の簡単さは世界一と言っても過言ではありません。面倒な英語の交渉も不要です。レポートでは Amazon をリスクを最小限に抑えつつ、適度なコスパと究極の利便性を手に入れるルートと評価しています。評価の星だけでなく、Amazon's Choice のようなタグも品質の目安になります。自分の納期と予算のバランスを見て Amazon を賢く挟むのが上級者のテクニックですね。ここまでの話を伺っていると、上手なプレイヤーほどこれら3つのルートを賢く使い分けている感じがします。まさにレポートが結論付けているのはハイブリッドな二刀流の調達の重要性です。一箇所に依存するのではなく、商品の性質によって買う場所を明確に分けているんです。具体的にはどう分けるんですか？例えば一斉物のラケットや最高級の日本ブランドラバーは国内の信頼できるショップで購入します。実際にグラム数を確認し、店員さんと相談してこれだという一本を納得して選ぶ。これは失敗できない投資ですからね。資産価値を守るということですね。一方で毎日の練習で使う消耗用ラバーや大量の練習球、そしてデザイン重視のウェアなどはアリエクスプレスでまとめ買いします。これにより年間の用具代を3割から5割削減できます。またアリエクスプレスの安さを生かして普段使わないような特殊なラバーを1000円台で買って試す実験を繰り返す人も多い。わかります。自分の卓球に新しい変化を取り入れるための研究費としてはアリエクスプレスは最高ですよね。はい、こうした実験精神を支えるインフラとして越境 EC を活用する。一方で肝心な大会や技術向上には専門店の知恵を借りる。
情報を自分から取りに行き、リスクとリターンを計りにかけ、ツールを賢く使い分ける。今の時代、卓球の実力だけでなく、この用具マネジメント能力こそがプレイヤーとしての差をつける新時代のスキルになっているのかもしれません。さて、いよいよ終盤です。これから先の未来、卓球用品の市場はどう変わっていくんでしょうか。私たちはさらに便利になるんでしょうか。レポートの最後では、共生と透明性というキーワードが使われています。越境 EC がさらに一般化すれば、今までは中国ブランドに偏っていたラインナップも、例えばヨーロッパのブランド、ドイツの ESN 製ラバーなどがよりダイレクトに、より安く個人に届くようになる可能性があります。ますます価格競争が激しくなりそうですね。日本のメーカーやショップは負けちゃわないでしょうか。そこは住み分けがより高度化するでしょう。メーカー側は安価な模倣品や並行輸入品に対抗するために、より高度な偽造防止セキュリティの強化や、あるいは公式の実店舗でしか買えないフィッティング専用のハイエンドモデルの開発に力を入れています。物に体験という付加価値をつけるわけですね。はい。また2025年以降は税制の変更により、プラットフォーム側が消費税を事前に徴収するシステムがより厳格に適用される見込みです。これにより、これまでグレーだった部分が是正され、国内外の価格差は少し縮まるかもしれませんが、その分市場はより健全で透明性の高いものになっていくでしょう。私たち消費者にとっては、単に安いだけでなく、自分に最適な選択肢が世界中のどこにもあるという自由が手に入る。そんなワクワクする未来がすぐそこまで来ているんですね。さて、長時間にわたり卓球用具調達の経済学と戦略について解説してきましたが、いかがだったでしょうか。健二さん、最後におまとめのメッセージをお願いします。はい。今回の調査を通じて分かった最も大切なことは、私たちが安くていいものを自由に選べる背景には、越境 EC という巨大なテクノロジーとグローバルな物流のたゆまぬ進化があるということです。同時に、その裏側にある関税のルールや自衛のための知識を知ることが、トラブルを賢く避け、最高のパフォーマンスを引き出すための鍵となります。まずは、自分が今用具に求めているのが安さなのか、届く速さなのか、それとも 100% の安心なのか、それを自分に問いかけることからスタートということですね。その通りです。アリエクスプレスの圧倒的な網羅性と驚きの価格、アマゾンの抜群の機動力、そして国内専門店の盤石の信頼感、これらを敵対させるのではなく、自分を勝たせてくれる頼もしい軍師として場面ごとに使い分けること、それが現代の卓球ライフを最も豊かにし、楽しさを倍増させる秘訣です。この対談が皆さんの新しいラバーやラケットとの素晴らしい出会いのヒントになれば、これ以上の喜びはありません。自分にぴったりの最高の武器を携えて、コートの上で最高の笑顔で輝いてくださいね。これからも用具選びという名の終わりのない、そして最高にエキサイティングな旅を続けてください。最後までお付き合いいただき、本当にありがとうございました。ありがとうございました。それでは皆さん、ハッピーピンポン、さようなら。